んにちは。ナオミライフのナオミです。ご覧いただきありがとうございます。さて早速ですけれども、皆さん方は、夜夢を見ると思いますけれども、その夢が数年後に現実のものとなったらどう思われますか？びっくりしますよね。今日はその、内容になります。先月ですね、4月の7日だったかなと思うんですが、前半に奇跡アンビリーバボーという番組を夫と2人で見ていた時に、ある漫画が紹介されていました。見られた方はご存知だと思いますけれども、辰木亮さんのこちらの漫画になります。で、この漫画が何で取り上げられていたかというと、漫画本の中身を詳細にお話しすることはもちろんできないんですけれども、この漫画が取り上げられた理由というのが、彼女が日々見ていた夢を朝起きてすぐに夢日記に書かれていて、でその書かれたものをもとに、作られた漫画になっているそうです。そして、取り上げられた一番の理由は、彼女が見た夢が数年後に現実なものとなっていたということが分かったからなんですね。で、この漫画は1999年に出版されていたらしいんですけれども、その段階でこの表紙見ると分かりますけれども、2011年3月大災害の文字があるわけです。この日付、ピーンときた方もいらっしゃると思いますけれども、まだ記憶に新しい東日本大震災が起きた月日になります。ということで、起きた当時はですね、災害が起きた当時、この漫画本を持っていらっしゃる方から、すごいね、これ10年以上前にこれ予言されていたねということで一躍注目を浴びて、もうその2011年当時は本を買うことができなかったので、一冊ですね、プレミア価格で10万円の値がついたと言われているような漫画本だったわけです。ところが、この辰木亮先生の名前を語った偽物などが現れたりすることで、これは困ったなということだったと思いますけれども、本人の辰木亮先生自らが、新しい、予知夢を見られたということで、それも加えて、改訂された最新版として、漫画が出されたわけですね。その漫画を紹介されていた、テレビになったわけです。で、実際に、災害だけではなくて他のことも予知夢としてこの先生は見られているようで、それが漫画本に出ていました。で、出ていましたというのは、私も実際にテレビを見ている最中に、これ読みたいなと思ってすぐに Amazon で検索してポチッとしたわけですね。で、翌日届いた漫画本を読むうちに、これ本当に起きたらすごくないって、こんなこと起きるのって、こんなに夢って覚えてられる人いるんだっていうところからもう驚きのあまり、これはでも大切な人には読んでもらいたいなと思ったので、私の大切な母に即 Amazon からポチッとして送りました。そして、私の近くにいる人たち、実際に手渡しできる人たちには、読み終わったから読んでみてという形でいろんな方に、お貸しして読んでもらいました。皆さん、こんなことが本当に起きるのかな、でもこれ知っておいた方が役に立つよね、知らなかったら何もできないけれども、知っておいたら起きなきゃ起きないでいいけれども、起きた時に対応ができる、準備ができるよねということで、皆さんに喜んでもらったんですね。ということで、今回この動画を作成しました。実際に見た夢が数年後に現実になってくる。で、それも、辰木亮先生の場合は、夢を見た日にちも書いてあっ
て、その日にちに、日にちから何年かした時に同じ日にちに、夢が実現されたということなわけです。だから先生の見た夢の日付も重要なポイントにはなってくると思います。この漫画の帯のところを見ると、2025年7月何かが起こるってことが分かりますよね。で実際起こんなきゃ起こんないでいいと思いますよ。本当に思うけれども、起こんないでほしいと逆に願いますけれども、起きた時に準備ができていれば対応できるかなというふうに思います。私の場合は、前回の動画でお知らせしたようにキャンピングカーを発注しましたので、もちろん2025年には手元にあるはずですから、そのキャンピングカーに1週間分ぐらいの生活できるものを載せておいて、でなおかつ大切な人と一緒に多分大丈夫であろうと思われる場所、これも漫画から推測されるわけですけども、漫画から推測してここだったら多分大丈夫だろうな、この状況だったら大丈夫だろうなと思われるところに、避難したいなというふうに思っています。たつき先生のこの漫画本には、その2025年7月の夢を見た日付、2021年の日付が書かれています。でここで日付言ってしまうといけないと思いますのでちょっと言えないんですけれども、あくまでも私が、逃げる日にちとしては2025年の7月の、前半ですね。3、4日ぐらいから、逃げて、おいた方がいいかなというふうに計画はしています。皆さん方の中にはそんな漫画でそんなこと分かったら世話ないよって思われる方ももちろんいると思うし、またなんかノストラダムスと同じじゃないのって思われる方もいらっしゃると思いますけれども、私も本当にそのノリでは読みましたけれども、でもあまりにもちょっとここのところ地震が多いので気をつけるに越したことないなと思っています。この時期だけを気をつければいいっていうことではもちろんないですし、もう明日来るかもしれないし、明後日大地震が来るかもしれないし、それは全くわからないですけれども、でも日々気をつけていく中で、一つこの日にちも気をつけた方がいい日にちに加えた方がいいのではないかなというふうに思いました。日々の備えは必要であるけれども、それだけではなくて、事前にこういうふうな特殊な能力をお持ちの方っていうのがやっぱり世の中にはたくさんいらっしゃると思いますので、その方たちがちょっと気をつけた方がいいんじゃない、この日は気をつけた方がいいんじゃないっていうところは十分、気をつけていくのも一つの手だと私は思いましたので、今回ご紹介させていただきました。皆様どう感じますか？できれば本当に起きてほしくないです。本当に起きてほしくないと願いつつ、準備していきたいなと私は思っています。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。